ガンダム作品にはモビルスーツやモビルアーマーに付随して数々の兵器が登場しました。その中には不自然なほど万能すぎる武器や、なぜそれを戦場に持っていこうとしたのかと問いただしたくなるような兵器も定期的に現れます。今回はガンダムシリーズにおける突っ込みたくなる面白武器について見ていきたいと思います。なお、本動画はコミュニティでのアンケート内容および動画コメント欄から選ばせていただいたものとなります。皆様たくさんのコメントありがとうございました。気になる方はぜひコミュニティの方もご覧ください。それでは始めましょう。ギャンのシールド。まず機動戦士ガンダムからギャンに装備されているミサイルシールドです。ギャンのミサイルシールドはその名の通り攻防一体の兵装となっており、ニードルミサイルやハイドボンブといった武装も搭載されています。一見火力も有した万能兵装にも見えるのですが、このシールドで攻撃を受けることを考えた際に浮かぶのが内蔵火器の誘爆です。シールド内の装弾数はハイドボンブとビードルミサイル合わせて数十機以上に及ぶとされており、普通に考えればビームやミサイルを受ければ誘爆しても不思議ではありません。そのため長らくファンの間では盾に爆発物を仕込んだ狂気的な武器、自爆用の兵器とまことしやかにささやかれてきました。一方でシールドのミサイルは近接戦闘に移行する前に撃ち尽くすことを想定しているのではという声もあります。実際作中でもマクベはガンダムに対してミサイルを大量に射出してから近接戦闘へと移行していました。その後ガンダムに盾をサーベルで切り裂かれていますが、誘爆は起こしていません。そのためガンダムと切り合っている時にはすでにミサイルは使い切っていたとも考えられます。これらの情報を踏まえると、ギャンのものは攻防一体のシールドというよりもミサイルを撃ち切ってもデッドウェイトにならず、シールドとしてそのまま使えるウェポンコンテナと考えれば理にかなっている兵装と言えそうです。ちなみに後年にはジェガンのようにシールドにミサイルランチャーなどを装備したモビルスーツや、ハンマのようなシールドにビームを内蔵させて大火力を与えたモビルスーツも確認できるため、ミサイルシールドの発想自体は間違っていないことが証明されています。ヒートショーテル。続いてガンダムウィングからサンドロックのメインウェポンであるヒートショーテルです。エチオピアの刀剣ショーテルをモデルにした武器で、三日月のような形をしているのが特徴となっています。なお現実のショーテルは膨らんだ側を自分に向けて持つことで敵が構えたシールドを避けながらダメージを与えられるという性質を持った武器です。しかしサンドロックのヒートショーテルはシールドを避けるのではなく、その破壊力を生かして強固なシールドごと敵を物避難したり、敵に投擲して両断したりと、本来のショーテルの強みをガン無視した兵装となっています。ちなみに機体回収後は内縁ではなく外縁側の刃で鉄器を切りつけることもあり、ショーテルの特徴を完全に無視した使い方がされていました。そのためこの形をしている理由も、ショーテルの名を冠している理由も、一切が謎の兵装として以前からたびたび話題になっています。またサンドロックのショーテルはシールドを避けてダメージを与えるのではなく、高い切れ味を生かして鉄器の装甲を切り裂くための武装ではないかという考察も見られます。実際サンドロックのショーテルはヒート式なので、外縁側の刀身を振るうと根元から剣先までどこかの刃が触れる軌道になるため、確実に大ダメージを与えられるはずです。そのため最初から本来のショーテルのようなテクニカルな使い方ではなく、圧倒的な切れ味を生かして確実に敵を切り裂く兵装として開発されたのかもしれません。山越えハンマー。続いてメカニックデザイン企画モビルスーツバリエーションの続編 MS ペズンに登場したガッシャが装備している武装ハンマーガンです。その名の通り、鎖が取り付けられたトゲのついた鉄球を重心から弾丸のように打ち出す兵装となっています。字面だけ見ると稀に現れるドンチキ兵装かと思われますが、ガンダムハンマーが射撃兵装並みのパワーで押し出され鉄器に叩きつけられるといえば、その破壊力はバカにならないとわかるでしょう。また本兵装は障害物越しの鉄器にもダメージを与えることが可能とされています。この障害物を山なりに越えて攻撃できる特性から山越えハンマーという愛称でも呼ばれていました。ただ兵器としての効果範囲や命中精度等のデータが存在しておらず、
謎に包まれた武装です。おそらく山越えはハンマーガンの先端からハンマーを射出した後、ハンマー内蔵のスラスターで軌道を変えるということだと推察しますが、よくわかりません。ちなみにガッシャはズゴックをベースに開発されたモビルスーツなので、腕部はクロー型となっており、マニピュレーターを必要とする携行武器は使用できないはずですが、なぜかハンマーガンだけはクローで器用に掴むことで携行しており、ゲームバトーペ2でも4本のクローで挟んで出撃しています。また漫画逆襲のギガンティスにはガッシャの後継機であるドガッシャが登場しますが、そちらはハンマーガンを2機搭載した非常に殺意が高い機体となっています。しかしメガゼータの圧倒的なパワーでハンマーを砕かれた上に、ハンマーを奪われて逆に利用されていました。ビームリング。続いて G のレコンギスタからカバカーリーのオプション兵装であるビームリングです。メカデザインを担当した行部一平氏によると、古代インドの武器チャクラムをイメージした投擲して使う斬撃兵装となっています。しかしただのチャクラムではなく、その実態はハイテク技術を盛り込んだ疑似ファンネルのような兵装です。リングの内側に搭載されたミノフスキーフライトフィールドを発生させることで飛行可能となっている上に、手のひらから発生させるレーザーで自由に操作することができます。さらに外周から高い切れ味を持つビーム刃を発生させるため、手のひらで操れるバグのような殺意の高すぎる兵装として使用可能です。劇中でマスクはこのリングを自由自在に操り、戦艦のブリッジだけ器用に切り裂いていました。また G セルフとの戦いではバックパックの突起部分にリングを輪投げの要領で放り込み、金縛りにするという使い方もされていました。その自在にリングを操る様がヨーヨーのようだったため、ベルリもヨーヨーだってと驚愕しています。こうした経緯もあって、ファンからはビームチャクラム、もしくはビームヨーヨーとも呼ばれていました。ただパーフェクトパックが驚異的な性能をしていたこともあり、全方位レーザーで対処されていました。ちなみにビームリングはあくまでオプション兵装の一つとされているため、これ以外にも強力な兵装が用意されていた可能性があります。ショックバイト。続いて機動戦士ビクトリーガンダムに登場するドムットリアの隠し武器として有名なショックバイトです。その正体はドムットリアの顎部に2機畳まれ収納された小型のビーム刃で、使用時はクワガタの角のように展開し、敵に噛みつく形でダメージを与えます。展開時のモビルスーツらしからぬ異形な姿からハロにもと恐れられるほど非常にインパクトのある兵装です。ただ有効範囲は非常に狭く、せいぜい磁気の胸元あたりまでしかビーム刃が届かないように見えます。そのためかなり使える場面が限定されており、公式にも使えるチャンスは少ないと苦言を呈されていました。せめてフロントアーマーに搭載されていたなら、接近戦に持ち込んだ際に敵機のコックピットを潰せる武装となりますが、可動域の少ない頭部ではよほど敵機に接近しなければダメージを与えられません。作中でも最終的には斬撃武器ではなく、展開したまま敵に突っ込む打突武器としてやけくそ気味に使用されていました。そのため一体どんな状況を想定して搭載されたのか、未だに議論が尽きない謎武装となっています。ただ頭部に隠された兵装が有効だとなるのは他シリーズでも証明されているため、接近戦に持ち込めば確実に敵機の意表をつける兵装とも言えます。実際作中でも V2 のコアファイターに噛みつきスタビライザーを切り裂いていました。またザンスカール帝国がギロチンによる恐怖政治を行っていたことを思えば、本兵装は帝国の思想をモビルスーツに反映させた武装とも言えるかもしれません。認知ドリル。続いて単影ガンダムからコレンナンダーが好んで使用していた格闘用武器ミンチドリルです。棍棒や釘バットのような形状をした鈍器で、単純な打撃武器としても非常に高い性能を持っています。さらに起動すると先端の回転掘削機が高速振動して敵機の装甲を削り取る、まさにその名の通り敵をミンチにするドリルとして使用されます。その決定力の高さからコレンが好んで使用しており、最終決戦でもコレンカプルに装備して出撃。メリーベルのバンデットを頭部からミンチにして行動不能に追い込んでいました。なおその実態は戦闘用の武器ではなく、岩盤を採掘するためのシールドマシンを
武器として転用したものとなっています。つまり岩盤を削れるほど掘削力があるならモビルスーツもミンチにできるのではという殺意が高すぎる発想から生まれたとんでも武器です。単影ガンダムではモビルスーツを洗濯機や橋として転用する描写を通してたびたび兵器も乗り手次第で平和に使えることを示してくれますが、ミンチドリルはその真逆を行く兵装と言えるでしょう。なおモビルスーツをミンチにはしていますが、登場者をミンチよりひでえことにはしていないため、物騒な名前をしている割には視聴者のトラウマとしては刻まれていません。ビームクロス。続いて G ガンダムから東方腐敗が好んで使用していたビームクロスです。ビームで生成された伸縮高難自在の布状の武器で、登場者である東方腐敗が生身でも腰布を使って戦闘を行うため、モビルファイターでも同じような戦い方ができるよう搭載された武装と考えられます。東方腐敗を象徴する兵装で、機体がクーロンガンダムからマスターガンダムへ変化した後も使用していますが、その際に武装名もマスタークロスに変化していました。本兵装の特筆すべき点はその高すぎる汎用性でしょう。布らしく相手を絡め取ったり、そのまま振り回すことはもちろんのこと、巻きつけた相手を吊り上げて布を弾くと、まるで必殺仕事人のように敵が細切れになり爆散します。またクロスを無理やりねじ上げて槍やサーベルのような武装としても使用できます。さらに回転させればビームシールドにも転用可能。このように攻撃、防御、捕獲までこなせる汎用性があり、明らかに一つの兵装に持たせられる能力を逸脱した突っ込みどころ満載の兵装です。ただ登場者のマスターアジアが生身の状態ですら、土門のハッチ巻きを自由自在に操って絡め取ったデスアーミーの頭部を引きちぎったり、腰布で鉄骨を引き裂いたりと、人とは思えない動きを披露していたため、ビームクロスがすごいというよりも使い手の東方腐敗が強すぎるからこそなせる技と考えた方がいいかもしれません。スコップ。続いてガンダムエイジより強いられているんだでおなじみのイワーク・ブライアンが使用したデスペラードのヒートスコップです。前提としてデスペラードがコロニー作業用のモビルスーツなので、装備されているスコップも武装ではなくコロニーの建設現場で使う工事用の道具となっています。しかし先端を赤熱化させることでコロニーの障壁すら溶断できる威力を発揮できるため、そのまま武器としても転用可能です。他にもモビルスーツ台のツルハシであるヒートピッケルも装備していますが、こちらもあくまで工事現場用の道具でしかありません。しかしデスペラードが戦闘用モビルスーツ並みのパワーを持っているため、スコップのピッケルも武器として十分な威力を発揮できます。実際不意打ちとはいえジラの頭部にスコップを突き立てて撃破していました。このように兵器としての威力は疑いようもありませんが、モビルスーツがスコップを振るい敵を叩きのめすというインパクトありすぎる絵面はさすがに突っ込みどころしかなく、屈指のネタ武器として知られています。ただ現実の史実でも武器を持たない一般市民が反乱を起こした際、身の回りにある工具を手に取って戦いへ赴くのが何ら不思議なことではなく、むしろ武器を持たない市民による抵抗を作業用モビルスーツと工具に置き換え書き切ったという点では非常に斬新な兵装と言えるのではないでしょうか。ということで以上、思わず突っ込みたくなる面白武器8選でした。作品を作る時点では見栄えや印象重視でデザインされているはずなので、細かな設定や現実と照らし合わせるのはナンセンスとも言えますが、こういったとんでも武器があるからこそ作品の楽しみがまた一つ増えるのではないでしょうか。ぜひ皆様が印象に残っている武器もコメントで教えていただけたら嬉しいです。今回は以上となります。チャンネル登録されるかはお任せいたしますので、もしよければもう一本動画を見ていただければとても嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございました。